お世話になっております。マサルです。今回の動画は前回の動画の続きです。情報処理安全確保支援士令和5年春午後1問い3を解きながら試験力を上げていきたいと思います。前回の動画ではサムルをテーマに取り上げましたが、今回は TLS インスペクションをテーマに問題文を読み進めていきたいと思います。現時点で TLS インスペクションを知らなくても大丈夫です。この動画を見終わった頃には TLS インスペクションとは何か、そしてどういう場面で TLS インスペクションが使われているのかが分かるようになっているはずです。それでは今日も一緒に頑張っていきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。少しだけ前回の動画の復習です。情報処理安全確保支援士令和5年春午後1問い3ではクラウドサービス利用に関する問題が出題されていました。今回の事例の舞台は9社です。9社の従業員には PC やスマートフォンが対応されています。ちなみに PC は持ち出し禁止なので在宅勤務をすることはできません。そして PC の Web ブラウザからのインターネットへの通信は本社のプロキーサーバーを経由することになっています。つまり PC セグメントの PC がプロキーサーバーを利用する場合にはこのような通信経路になりますね。そして L サービスという言葉も思い出しておきましょう。L サービスというのは IDaaS のことです。IDaaS とは Identity as a Service の略で、クラウド上で提供される ID 管理サービスのことです。インターネット経由でユーザーの認証やアクセス管理を行うことができます。まずはここまでが前回の復習です。そしてここからが今日勉強する内容です。在宅勤務導入における課題という章からスタートしていきます。これまでは在宅勤務をすることができませんでしたが、これからは在宅勤務を導入していくようです。それでは読み進めていきましょう。まずは設問先読みです。空欄 D から F を回答群の中から選ぶ問題です。選択肢を見てみると何やら証明書が関係するようですね。それでは読み進めていきましょう。これから9社ではリモート接続用の PC を貸し出しして自宅のネットワークからアクセスする在宅勤務を導入しようとしています。しかし在宅勤務を導入するには課題があります。それはセキュリティリスクの課題と、もう一つがインターネット回線の逼迫という課題です。この課題に対応するためにネットワーク構成を見直すことにしました。どんな風にネットワーク構成を見直すのか、その要件は表2でまとめられています。表2では5つの要件が記載されています。この要件を満たしてネットワーク構成を見直すということです。この表の詳細は後から詳しく説明します。担当者は要件が揃ったのでベンダーに相談します。在宅勤務導入したいんだけどセキュリティリスクとインターネット回線の逼迫が課題なんだよね。要件を表にまとめたけどこの要件を満たせる内容でいいサービスないかな、このような相談です。そこでベンダーはこのように答えます。P サービスを使えば課題解決できますよ、みたいな提案ですね。在宅勤務を導入する課題であるセキュリティリスクとインターネット回線の逼迫も解決することができる P サービス、なんだかすごそうですよね。では P サービスとはどんなサービスなのか、概要を見ていきましょう。まず P サービスを利用する場合にはエージェントソフトが必要です。在宅用の PC であるリモート PC に P サービス用のエージェントソフトを導入します。そして P サービスの機能はいくつかありますが、ここで注目してほしいのはマルウェアスキャン機能です。課題の一つがセキュリティリスクなので P サービスのマルウェアスキャン機能を使えばセキュリティリスクの課題にも対応することができそうです。それではマルウェアスキャンの概要を見てみましょう。送信元からのTLS 通信を集端し、複合してマルウェアスキャンを行う。マルウェアスキャンの完了後、
再暗号化して送信先に送信する。これを実現するために空欄 D を発行する空欄 E を空欄 F として PC にインストールする。それでは空欄 D、E、F に当てはまる言葉を回答群の中から選んでみてください。それでは正解の発表です。正解はあ、う、いの順番です。この順番で読んでいくと P サービスのサーバー証明書を発行する認証局の証明書を信頼されたルート証明書として PC にインストールするという文章になります。証明書という言葉ばっかりで混乱しますよね。まずこの設問を解説する前にマルウェアスキャン機能についてお話ししていきます。マルウェアスキャン機能は言葉の通りですよね。コンピューター内ややり取りする通信の内容からマルウェアを検知する機能です。今回のマルウェアスキャン機能は TLS インスペクション機能も利用することができます。TLS インスペクション機能とは暗号化された通信を一時的に複合して中身を確認して安全性をチェックする技術です。まず上の例をご覧ください。この例は TLS インスペクションがない場合を表しています。リモート PC がインターネット上で通信しています。その通信内容にマルウェアが含まれています。P サービスにはマルウェアスキャン機能があるのでマルウェアを検知したいところですが、 PC と攻撃者が TLS を使って通信していると通信内容が暗号化されているのでP サービスでマルウェアスキャン機能があるのにもかかわらずマルウェアを検知することができません。そこで利用するのが TLS インスペクション機能です。こちらを利用すると PC と P サービス、そして P サービスとインターネットの間で暗号通信を行います。こうすることで P サービスは一旦通信内容を複合して中身を確認することができるようになります。その結果、マルウェアスキャン機能を利用することができるようになっています。これが TLS インスペクションです。ただし、TLS インスペクションは慎重に利用する必要があります。例えば、P サービスの TLS インスペクションを利用すれば、マルウェアスキャン機能を有効活用することができますが、P サービスを偽った攻撃者との間で TLS インスペクションを利用してしまうと、暗号化していた通信が複合され、通信内容が攻撃者に丸見えになってしまいます。なので PC は確実に正規の P サーバーと TLS インスペクションをしなくてはいけません。左にはなりすましをした P サービス、右には正規の P サービス。どっちの P サービスを信頼すればよいのでしょうか。このような接続先を確認するためには何を利用すると良いでしょうか。皆さんわかりますか？このような場合、接続先を確認するのに良い手段はサーバー証明書ですよね。サーバー証明書を使って接続先のサーバーの正当性を検証することができます。P サービスを提供しているサーバーが、私は P サービスを提供しているサーバーですよ。このようなサーバー証明書を送ってもらえれば、PC は正規の P サービスのサーバーだと信じることができそうですよね。ただし気をつけていただきたいのは、サーバー証明書だけではあまり意味がありません。なぜなら、なりすましをした P サービスもサーバー証明書を作ることができるからです。攻撃者も攻撃者で、こっちのサーバーが P サービスを提供しているサーバーですよというサーバー証明書を送ることができるんですね。では、このような時、PC はどっちのサーバー証明書を信じるのでしょうか。サーバー証明書を信じるためにチェックするものがあるのですが、それは何でしょうか。サーバー証明書の正当性を確認するために調べるもの、それはサーバー証明書を発行した認証局ですよね。正規の P サービスのサーバー証明書を作ったのが信頼された認証局の場合、そのサーバー証明書は信頼することができます。一方、攻撃者の送ってきたサーバー証明書が攻撃者が勝手に作ったようなサーバー証明書であれば、それは信頼できないサーバー証明書だと判断することができます。これを日常的な例で例えると、正規のサーバーは
運転免許証のような公的書類で私は P サービスですよと証明してくれています。一方、なりすましの P サービスは手作りの名刺で私は P サービスですよと証明しているようなものです。当たり前ですけど、運転免許証を提示してくれた方が信頼できますよね。今までお話しした内容を踏まえて、もう一度問題文を整理しましょう。ここでやっていることは、 PC に対して P サービスのサーバー証明書を発行した認証局は信頼できる認証局なんですよということを分からせるための作業を行っています。 P サービスのサーバー証明書を発行する認証局の証明書を信頼されたルート証明書として PC にインストールするということですね。では次の設問です。空欄 G に入る適切な軸を記号で答えるという問題です。空欄 G は P サービスの機能の一つの通信可視化機能の中で出てきています。中継する通信のログをもとにクラウドサービスの利用状況の可視化を行う。本機能は空欄 G の機能の一つであるとあります。これは知識問題ですね。皆さんどれが正解だと思いますか？それでは正解発表です。正解は eCASB ですよね。クラウドサービスの利用状況を可視化する機能といえば CASB です。CASB について説明します。今回在宅勤務を行う場合、管理者の目の届かない場所で PC を利用することになります。この場合、在宅勤務者の利用状況が気になるところです。もし勝手に許可していないクラウドサービスを利用している場合、セキュリティリスクが出てきます。なので管理者としては在宅勤務者がどのように利用しているのか状況を確認したいと思っています。そこで利用するのが P サービスの CASB 機能です。リモート PC はエージェントソフトウェアを利用することで P サービスを経由して通信することになります。その結果 P サービスではどのクラウドサービスを利用しているのか把握することができるようになります。このようにクラウドサービスのアクセスを可視化できるのが CASB です。P サービスは CASB の機能や他のセキュリティ機能もたくさんあるので、在宅勤務導入の課題であるセキュリティリスクには対応することができそうです。しかし課題はもう一つあります。それは本社のインターネット回線の逼迫です。ではどうやってインターネット回線の逼迫という課題を解決するのか、次の章に進んでいきましょう。次はネットワーク構成の見直しという章です。設問先読みです。表4中の下線2について、見直し前と見直し後のアクセス方法の違いを30字以内で答えよというものです。では問題文を読んでいきましょう。まず P サービス導入前と導入後の図を見比べてください。在宅勤務が導入されるのでリモート PC、RPC がありますよね。そして P サービスも導入されています。しかしいきなり P コネクタというものが出てきていますね。どうやらこの P コネクタがインターネット通信の逼迫という課題を解決してくれそうです。それでは問題文読んでいきましょう。担当者はネットワーク構成の見直し案件表2を満たすための見直し案を表4にまとめています。まず要件1の本社インターネット回線を逼迫させないために営業所からインターネットへのアクセス方法を見直すとあります。ここが下線2になっています。では営業所からのインターネットアクセスをどのように見直すのでしょうか。考えていきましょう。この問題を考えるためには、まず営業所からインターネットへのアクセスが現在どうなっているのかを理解することから始めていく必要があります。現在営業所でインターネットを接続する場合は本社のプロキシサーバーを利用する必要があります。なので営業所の PC は本社のプロキシサーバーを利用するためにインターネットを経由して通信するわけですね。この時安全性を高めるために営業所の UTM と本社の UTM では VPN 通信があらかじめ設定されています。この VPN を利用して営業所の PC はプロキシサーバーにアクセスしていく、このような流れです。今の話を図にするとこのような図になります。営業所の PC は UTM が作った VPN を経由して
本社のプロ棋士サーバーにアクセスします。そしてそのプロ棋士サーバーからまたインターネットへ抜けていく、このような通信経路です。こうなると営業所からの通信はプロ棋士サーバーを利用するための通信、そしてプロ棋士サーバーからインターネットを利用するための通信、この通信が本社のインターネット回線を逼迫してしまっています。なのでこの本社インターネット回線を逼迫させないために営業所からのインターネット通信のアクセス方法を見直します。ではどのように見直すのでしょうか。見直し前と見直し後のアクセス方法の違いを30字以内で答えてください。それでは正解を発表します。正解はプロ棋士サーバーではなく P サービスを経由させるです。ここで答え方のテクニックです。この問題は見直し前と見直し後のアクセス方法両方の記述が求められています。見直し前がプロ棋士サーバー、見直し後が P サーバーです。両方の単語を入れる必要があるので注意してください。それでは話を戻して、これまでは本社のプロ棋士サーバーを利用していたんですが、これからは P サービスを経由してインターネットを利用します。こうすれば本社のインターネット回線の通信を減らすことができますよね。しかし P サービスを経由させることで営業所は問題なく業務をすることができるのか気になる方がいるかもしれません。まずセキュリティの観点で考えると P サービスの中には様々なセキュリティ機能があるので、セキュリティの観点からは問題ないと判断できます。あとは営業所も業務で SaaS を利用するので、この SaaS を問題なく利用することができるのか、そこが大事な観点です。それについてはこの後の問題で出題されていきます。次の設問を見ていきましょう。表4中の河川さんについて L サービスに追加する設定を40字以内で答えよという設問です。河川さんは表4中の要件1に書いています。L サービスでの送信元制限機能は有効にしたまま営業所から L サービスにアクセスできるように設定を追加するとあります。つまり今のままでは送信元制限機能が影響して営業所から L サービスを利用することができないようです。L サービスで認証できないと営業所は SaaS を使えないので困ってしまいますよね。なので営業所も L サービスが利用できるように追加する設定があります。ではその設定とは何でしょうか。40字以内でお答えください。少しヒントを出すと、現在 L サービスを利用できるのは本社の UTM のグローバル IP アドレスだけです。それでは正解発表です。正解は送信元制限機能で営業所の UTM のグローバル IP アドレスを設定することです。これからは営業所が直接 L サービスに接続していくことになるので、営業所の UTM に設定されているグローバル IP アドレスから L サービスに接続できることを許可するように設定する必要があります。次の設問です。河川4について選択する方式を表1中のあ、いから選び記号で答えよという設問です。河川4が出てくるのは要件2です。要件2は L サービスの接続について話しています。本社と営業所は今お話しした IP アドレスの送信元制限によって L サービスに接続することができます。ただし在宅環境の人は IP アドレスが固定になっていないので IP アドレスによる制限をすることができません。そこで L サービスの多要素認証機能を使って制限しましょうということになっています。それでは在宅勤務の PC はあといどちらを使ってアクセス制限すると良いでしょうか。あはスマートフォンに SMS でワンタイムパスワードを送りそれを入力させる方式。いは TLS クライアント認証を行う方式です。ヒントは要件2を見てみてください。L サービスに接続できる PC を本社と営業所の PC およびリモート PC に制限したいと書いています。それでは正解発表です。正解は TLS クライアント認証を行う方式です。理由はのスマートフォンによる認証だと従業員の私物 PC でも L サービスにアクセスできてしまいますよね。
そうなると本社と営業所の PC およびリモート PC に制限することができないので、の多要素認証機能は良くないという判断ができます。一方、の TLS クライアント認証を行う方式は PC にクライアント証明書を入れて認証する方式なので、その在宅勤務用の PC からのみが L サービスに接続できるようになります。それでは次の設問を見ていきましょう。空欄 H と空欄 I に入る適切な数字を答える問題です。空欄 H は要件3番に出てきています。この要件は本社内のサーバーへのアクセスについてです。在宅勤務の人も本社内のサーバーセグメントにあるサーバーにアクセスしたいようです。ただし UTM のファイアウォール機能でインターネットから入ってくる通信は通さないようになっています。これは当たり前ですよね。会社の大切なサーバーに外部から簡単にアクセスできたらそれこそ大問題です。ただしこの状態だと在宅勤務の人が社内のサーバーにアクセスすることができません。ファイアウォールの機能を変えることなく在宅勤務の人を本社のサーバーにアクセスさせる、そんな魔法のような機能を P サービスを使うことで実現することができます。ではその機能は交番いくつの機能を使うと良いでしょうか。皆さん考えてみてください。それでは正解です。正解はこちら、6番のリモートアクセス機能です。ここでようやくコネクタの出番が出てきます。まず左の例をご覧ください。こちらの例は在宅勤務の PC から直接サーバーにアクセスする様子を書いています。先ほどお伝えしたようにこのような通信はインターネットから入ってくる通信なので UTM で遮断されます。では右の図を見てみてください。こちらはコネクタを使った例です。在宅勤務の PC は P サービスにアクセスしています。P サービスはインターネットにあるサービスなのでアクセスすることができます。ただ P サービスにアクセスしただけでは意味がありませんよね。そこでリモートアクセス機能の出番です。コネクタは社内ネットワークの中から P サービスに向けて VPN などを使って安全な通信経路を作っています。大前提として UTM は外側からの通信は遮断しますが、内側からインターネットに向けた通信は許可されている場合がほとんどです。そこで社内の内側にあるコネクタがインターネットにある P サービスに向けて通信を行い VPN を確立させます。在宅 PC は P サービスに接続して P サービスとコネクタ間で作っている安全な通信経路を使って業務サーバーにアクセスすることができるようになります。ちょっとよくわからないなという方は矢印の向きだけに注目してください。外にあるインターネットからの通信は UTM によって遮断されています。なので内側にあるコネクタから P サービスまで迎えに行ってあげることで在宅勤務の PC が P サービスにアクセスしてうまく業務サーバーにアクセスすることができるようになっています。次は空欄 I について考えていきます。空欄 I は要件4に出てきています。HTTPS 通信の内容をマルウェアスキャンするための機能です。ではどの機能を使うとマルウェアスキャンをすることができるでしょうか。これはサービス問題ですね。少し考えてみてください。それでは正解発表です。正解は交番2のマルウェアスキャン機能ですね。これは言葉の通りそのまま答えてもらえれば OK です。そして次が最後の設問です。表5中の空欄あ、いに入れる適切な数字、そして空欄 J からO に入れる適切な軸を答えなさいという設問です。表5というのは要件5に対する設定です。要件5が何かというと SARS-A 以外の外部ストレージサービスのアクセスを禁止したい。また SARS-A へのアクセスは業務で必要な最小限の利用者に限定するというものです。 SARS-A を利用するのは研究開発部の従業員のみです。よって今回の要件を言葉にすると SARS-A を利用できるのは研究開発部の従業員だけ、その他全員はストレージサービスの利用を禁止したい、このような要件になります。この要件を交番3の URL カテゴリ単位フィルタリング機能と交番4の URL 単位フィルタリング機能、
この2つを使って実現してくださいという問題になっています。まずは空欄、あといについて考えていきます。注目していただきたいのは中記です。番号の小さい順に最初に一致したルールが適用されます。では、番号1に入る機能は URL カテゴリー単位にフィルタリング機能でしょうか、それとも URL 単位フィルタリング機能でしょうか。どちらになると皆さんは思いますか？正解は最初が URL 単位フィルタリング機能を使います。そして次に URL カテゴリーフィルタリング機能を使います。最初の URL 単位フィルタリング機能で SARS-A を利用することができるのは研究開発部の従業員だけというような設定をします。そして次の行でその他全員がストレージサービスの利用を禁止する、このようなカテゴリー単位別のフィルタリングをします。では具体的にどのようなフィルタリングルールを設定すればよいのでしょうか。考えてみましょう。ここからまずは空欄 J、K、L について考えていきます。ここで表現したいのは SARS-A を研究開発部の従業員だけ許可したいというフィルタリングルールです。後半4の説明をもとに皆さん考えてみてください。それでは正解発表です。正解は SARS-A の URL、そして利用者 ID は研究開発部の従業員、アクションは許可です。この設定によって研究開発部の従業員のみが SARS-A の利用を許可されます。では1行目に当てはまらないその他全員のストレージサービスの利用を禁止するためにはどのような設定をすると良いでしょうか。こちらは後半3のカテゴリー単位別フィルタリング機能の説明をもとに考えてみてください。それでは正解発表です。正解はこちらです。外部ストレージサービスというカテゴリーで利用者 ID は全ての利用者 ID のアクションを禁止します。この設定を行うことでその他全員のストレージサービスの利用を禁止することができます。このルールでは利用者 ID が全ての利用者 ID になっていますが問題はありません。番号1のルールで許可したい人はすでに許可されているのでその次の行で全員を禁止しても全く問題はないということですね。というわけでここまでの見直し案が上層部に承認されて P サービスの導入と新しいネットワーク構成の変更が行われ6ヶ月後に在宅勤務が開始されたとのことです。めでたしめでたし。ということでこの問題の解説も以上です。皆さんお疲れ様でした。最後に少しだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っている、そんな方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。定期的にいろんなイベントやっているので勉強習慣を身につけたり勉強仲間を見つけることもできます。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて Discord と YouTube のアカウントを連携していただくと参加することができます。参考までにこちらは3月のイベントです。今は春の試験に向けてコミュニティメンバーみんなで勉強を頑張っています。特に支援書を勉強している方はたくさんいらっしゃいます。あとはキャリア相談会なども行っているので転職相談などにも活用することができます。まずはお気軽に参加してみてください。皆さんのご参加お待ちしています。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。